こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は Xbox 様よりウィンターバローを発売前に先行してご提供いただき、クリアまでプレイしてきましたので、ご紹介とクリアレビューをお届けします。ぜひ最後まで見てね。まずは今作の基本情報から解説していきます。本作、ウィンターバローは厳しい寒さの中で森を探索していくネズミが主人公のサバイバルアクションゲームです。基本的なゲームの流れとしては、寒さや空腹などに気を配りながら探索をして資源を集め、その集めた資源を利用して道具を作成し、探索できるエリアを徐々に拡大していくって感じの作りになっています。発売日は2025年11月13日で、定価は2300円。対応機種は Xbox One に Xbox シリーズ X と S、PC、それに Nintendo Switch でもリリースされ、発売日初日からゲームパスアルティメットおよび PC ゲームパスに対応します。次に基本システムをお話ししていきます。システムとしては先ほどお伝えした寒さに空腹、それに時間の概念が存在していて、木を切ったり植物を採取したりして、服や靴、帽子などといった防寒具を作成することが可能。より良い防寒具を装備することによって、より遠くに、より長く外で活動できるようになっていきます。戦闘要素としては、虫との戦闘が存在。こちらから攻撃をしない限り何もしてこない虫もいれば、見つかると向こうから果敢に攻撃を仕掛けてくるタイプもいます。虫は倒すことによって肉を獲得でき、この肉を食べて飢えをしのぐことができます。その場で生で食べてもいいし、家に帰って調理することでより良い効果を得ることもできます。そして時間は活動していると自動的に経過していき、夜になると辺りは暗くなって視界が悪くなるだけでなく、暖かさゲージの減りも早くなるため、なるべく夜になる前に家に帰ってくるってサイクルで活動をしていきます。なお、今作にはマップは存在せず、マップがない代わりに自身の足跡が残るという仕様になっています。基本的にそこまで広大な作品ではないですが、もし万が一道に迷ってしまった時には足跡をたどって家まで帰るって手段もあり得るのかなと思います。なお、私が触った限りではこの足跡は日数の経過もしくは天候の変化によって消える仕様なのかなと感じられました。なので、つけた足跡が永続的に残り続けるということもありません。ステータスとしては HP ゲージに満腹ゲージ、それに暖かさゲージにスタミナゲージの4つが存在。HP は虫から攻撃を受けることで減ったり、満腹ゲージや暖かさゲージが空な時に少しずつ減少していきます。HP が0になって倒れてしまうと、その場にアイテムをロストし、自宅から再スタートとなります。私が触っている感じでは、この時に斧やシャベル、ツルハシやランタンなどのツールはロストせず、資源類だけを落としちゃうって感じでした。そしてロストしたアイテムは落とした場所に戻ればまた取得することができます。スタミナゲージはダッシュをしたり攻撃をしたりなどの行動で少しずつ減少。こちらは何もしなくても自動的に回復していく作りですが、0まで使い切ると回復にやや時間がかかるって感じの仕様になっています。次に難易度について。本作に難易度選択は存在しませんが、基本的にはサバイバルゲームとしては低めの難易度設定だと私は感じました。まず、斧やツルハシ、シャベル、ランタンなどといった様々なツールは消耗品ではなく、耐久値も存在しないため、ツールが壊れるという概念が今作にはありません。なので、耐久値を気にしたり、修理したりする必要はなく、一度作成すればずっと使い続けることができます。ランタンも特に時間制限はなく、ずっと明かりを照らすことができるようになっています。先ほどお話ししたように、もし虫との戦闘でやられてしまっても、これらのツールはロストしないというのも優しい設計だと思いますね。また、お肉や調理済みの料理も時間で腐るなどといった要素がなく、いつまで持っていても美味しい状態で食べることができるようになっています。
そして常に携帯しているリュックの中に収納できるアイテムの数には上限がありますが、家の保管庫に収納できるアイテム数に上限はないため、保管庫の圧迫などを感じることがなく、とにかく探索したら家に帰って保管庫に資源をどんどん入れていくって感じのプレイができます。さらに虫との戦闘では大勢に囲まれるようなケースは稀にしかなかったですし、虫は飛んだり回避したり遠距離攻撃をしてくるってことはなく、近接攻撃しかしてこないので、ヒットアウェイの要領で戦う感じで苦戦することなく撃破することができます。このあたりの仕様はサバイバルゲームに慣れていない方にとっては進めやすくて遊びやすいと感じるかなと思いますし、逆に得意な方にとってはちょっと物足りないなと感じてしまう方ももしかしたらいるかもしれません。次に虫が苦手な方向けの設定についてです。いやー、世界観可愛くって遊びたいけど虫は苦手って方、虫がどれだけ出てくるのか気になる方もいるんじゃないかと思います。私自身、虫はゲーム内で見るのも苦手なタイプなのですが、本作ではわらわらと襲いかかってくるような場面がなく、一匹一匹と慎重に戦うことができるため、個人的にはそこまで気持ち悪さを感じることはなかったです。そして設定の方では雲のオン・オフが可能となっていて、オンの状態だと巨大な雲が敵として出現、オフでは本来登場する巨大な雲が小さなアリのような見た目に変化します。この小さなアリのような見た目の雲を倒しても雲の素材を入手することができるので、雲がどうしても苦手な方でも遊べる作りにはなっています。ただし、雲以外の虫との戦闘はどうしても避けられないのも事実なので、その点は注意が必要かなとも思います。最後に、いい点と気になった点のご紹介です。いい点として挙げられるのは、とにかく遊びやすいシステムだという点。各種ツールは壊れない。料理は腐らない。保管庫には無限にアイテムを預けられるなど、全体的にサバイバルゲーム初心者にも優しい作りとなっています。私自身、高難易度のサバイバルゲームはちょっと苦手なんですけど、本作ではクリアまでの間で倒れてしまうことはたった一度だけでした。逆に刺激的なサバイバルゲームを求めているって方には少し刺激が足りないとも思いますが、老若男女、見た目の可愛さに惹かれた方にもおすすめしやすいタイトルだと思います。遊んでてちょっと気になるなぁと感じたのは、家の貯蔵庫の中身の整理ができないという点。貯蔵庫の中で移動は行えるんだけど、ロート機能はなく、基本的には持ち帰ったアイテムをどんどん貯蔵庫に収納していくって感じなので、結構中身がバラバラになってしまいます。ここはソート機能があると嬉しかったなぁと感じましたね。あと、壊して資源を取れるものと壊せないものとの判別がしづらいという点かな。遊んでいればだんだんと分かってきますが、パッと見だとこの木は破壊できるオブジェクトなのか、それとも背景で壊せないのかなのが特に序盤は分かりづらかったと私は感じてしまいました。そして戦闘ではプレイヤー、敵ともに近接攻撃以外のアクションは存在しないため、戦闘は単調でもあります。アクションを楽しむって感じの作りにはなっていないので、激しい戦闘を望む方には物足りないと感じてしまうかもしれません。そんなところかな。今作ウィンターバローは戦闘もあるし、空腹や寒さなどの管理もしなければいけない。そんなサバイバル要素がありつつも、可愛らしい童話みたいな雰囲気で遊びやすいゲームとなっています。全体を通してとっても癒される作品でしたので、可愛い世界観で気軽にサバイバルをしたいって方はぜひ本製品をチェックしてみてください。ということで今回は新作サバイバルアクションゲームウィンターバローをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報や製品紹介、レビューを行っていきます。よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。